こんにちは、タロタロです。早速ですが、このシーンで自分ならどのように兜割りを打つか考えてみてください。僕はこのシーンなら、できるだけ頭の先端を狙って空中で X を押して兜割りを放ちます。以前ライブ配信をしている時に、兜割りで弱点をピンポイントに狙うためにどうすればいいかという質問をいただき、ライブ配信中に修練所で説明したら、結構知らない人が多かった兜割りの細かいテクニックについて今回は話そうと思います。個人的に大事だと思うポイントは2つです。1つ目は兜割り中に X を押すか押さないかで判定が変わること。そしてもう1つのポイントは斬撃の位置がどのように変わるかを理解することです。それでは実際に見ていきましょう。まずは X を押した時と押さない時の判定の違いです。こちらは空中で X を押した場合になります。頭から胴体にかけて切って、頭付近で3ヒット、そして胴体付近で4ヒットしているのがわかるかと思います。そして次は兜割り中に X を押さない場合です。先ほどと同様に頭と胴体を狙いましたが、判定が出るのが少し遅く、胴体に7ヒットしているのがわかるかと思います。個人的には押した時と押さなかった時でこのような判定の違いが出ているのかと思います。X を押した場合は剣の通る軌跡すべてに判定が発生し、X を押さなかった場合は振り終わりのわずかな時間にのみ判定が発生すると個人的には思っています。そして次に斬撃の位置について説明します。斬撃は合計で7回発生しますが、判定がある時に通過した部位に7回が分散されてヒットすると個人的には思っています。最初は判定が発生し始めてから均等の位置にヒットボックスがあるかと思っていたんですが、例えばこの兜割りでは通過したのが頭の部位だけで、頭に7ヒット集中しているのが見てわかるかと思います。そして先ほどと同様の軌跡で今度は X ボタンを押さずに狙ってみました。この時は判定が下の方にしか出ず、頭を通過したのにもかかわらず1ヒットもしませんでした。これらの判定が発生する位置と斬撃がどのように発生するかをある程度理解することで、ある程度斬撃を弱点に集中させることができます。ここからは実際の討伐動画を見ながらどのように意識して使い分けているかについて話そうと思います。まずはこのシーンから見ていきます。このシーンではダウンから起き上がる大名槌の頭を狙っています。大名槌の頭はかなり高くにあるので、頭だけ判定が通過するようにあえて斜め後ろを向いて X ボタンを押して攻撃しています。このように高所の弱点部位に対して狙う場合は必ず X ボタンを押すことを意識して、できれば地面に何も部位がないところを狙って振り下ろすように僕は意識しています。そして次は X を押さない場合の兜割りについてです。これはマガイマガドの頭など低い位置に弱点部位がある相手に使います。例えばこの場面では寝ているマガドの頭に斬撃を集中させるため、体を切ってますが X を押さないことで頭に斬撃が集中して当たっています。他にもダウン中のモンスターの弱点部位を狙い時など、できるだけ判定を広げずに斬撃を集中したい時はあえて X を押さずに攻撃しています。このように兜割りのダメージの表示が少し遅い時は X を押していないということなので、いろんな人の TA 動画とかを見るときに X を押してるかどうか注目して見てみると、モンスターごとにうまく弱点を狙うコツが分かってくるかと思います。もちろん実際はモンスターの弱点部位が動くため、あまり理想通りに攻撃が当たらないことも多いですが、ある程度修練場などで判定の感覚が分かっているといろんな状況に対応しやすいかと思うので、ぜひいろいろ試してみてください。ということで今回は兜割りの判定について自分なりの考えを話してみました。これからもタッチを使う上での考え方やモーションの解説の動画などを上げていこうと思うので、よければまた見ていただけたら嬉しいです。また他にもこういうことがわからないといったことがありましたら、コメントや Twitter などでご意見をいただけたら善処します。それでは最後までご視聴ありがとうございました。